Let me welcome you to Harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you. はい、今日はこのサスをやっていきます。ずいぶん前にこのリジットサス、遮光調整付きのリジットサスっていうのを作ったんですけども、これまだ装飾をしてなくて、今回はファットボバースタイルに合うようなちょっと太い感じの装飾を施していきたいなと思ってます。弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く、前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。この太いパイプを使ってサスの中心部分のところを作っていきます。だいぶ太いのでファットな感じになると思います。これはただのパイプなんで、この上と下の部分をこの鉄板で溶接とかを使って塞いで、この中心部分を作っていきたいと思います。サスペンションの装飾はパイプと鉄板から作成します。まずはパイプをグラインダーで切断していきます。切断した断面はバリがあるので、ベルトサンダーでバリ取りをしていきます。パイプの上に蓋となるようにパーツを鉄板から切り出していきます。マーキングした鉄板をバンドソーで切り出していきます。丸いパーツの鉄板に穴を開けていきます。パーツの上にはナットを溶接していきます。溶接は丸い板とパイプを合わせながら円周状に溶接していきます。パイプと丸い板の溶接が終わり、次はベルトサンダーで溶接の跡をきれいにしていきます。さらにバフ掛けサンダーで装飾部分を磨いていきます。はい、太いパイプの上と下にこういうふうに板をつけて穴を開けて、この中にメスネジが入ってます。形もきれいに整えましたんで、この後この上にサーフェイサーを塗っていきます。
はい、サーフェイサー塗装できましたんで、ここに今からメッキ塗装していきます。ついでにここの横のパーツなんですけど、メッキ剥がれてる部分もあったので、こういったメッキ他のパーツも一緒にメッキ塗装をしていきたいと思います。それぞれのパーツに施したサーフェイサーが乾いたので、いよいよメッキの塗装に移ります。メッキが剥がれないように塗装前に脱脂します。使用するメッキはスポンジで塗るタイプを使っていきます。外装パーツもメッキを塗っていきます。メッシュ状の外装パーツもメッキを塗っていきます。細かい作業ですが、丁寧にスポンジで塗っていきます。はい、サーフェイサーの上にメッキ塗装をして、その上からクリア塗装をしないといけません。クリア塗装する前にメッキ塗装の上を普通に触っちゃうと塗装が剥がれちゃうので、メッキ塗装が乾いてからその上にクリア塗装をしないといけないんですけども、乾くのに3日間かかります。なので今日塗った分はまた乾かすんですけども、先に作っておいたのはこちらです。これがクリア塗装したものです。かなりピカピカで完全にメッキのすごくいいのができました。ここに穴が開いてネジ穴が開けてまして、これをここのネジのところ交換して、この太いサスペンションリジットサス完成になります。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは弁理士がゼロからボバースタイルのパーツを開発していく様子を発信していきます。動画に出てきたパーツは QR コードもしくは概要欄のリンクから購入できますので、気に入っていただいた方はチェックしてみてください。僕を応援してくださる方、アメリカンスタイル、ファットボバースタイルが好きな方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。